こんにちは。島村楽器のガイパル古典の立浦と申します。本日は赤いから新たに登場したスタンドアロン型サンプラー MPC サンプルについてご紹介させていただきます。MPC サンプルはですね、コンパクトながら MPC の伝統的なルックスを持つ筐体にサンプラートラックメイクツールとして必要な機能を有するだけでなく、なんと内蔵スピーカーや内蔵マイクを搭載してですね、さらにバッテリー駆動にも対応し、場所を選ばず使用できる新世代のサンプラーです。価格も圧倒的にコストパフォーマンスに優れており話題となっていますね。本日はですね、そんな赤い MPC サンプルについて実機を使ってご紹介していきたいと思います。ということで MPC サンプルですね。赤い MPC といえばですね、いわゆるサンプラーというこういう音を中にですね、取り込んで、叩いて鳴らしたり、シーケンサーと呼ばれるですね、こういう機能を使って録音したりして音楽やビートを構築していく電子楽器の定番製品ですね。ヒップホップや電子音楽といった、音楽ジャンルのですね、制作スタイルを大きく変えたシリーズで、1987年の MPC60 というモデルを皮切りに、近年では MPC1 ですね、MPC Live 3というモデルが出ていたり、またパソコンと接続して使用できる MPC Studio というモデルもあったりしてですね、本当に数多くのモデルがリリースされていて、世界中のアーティスト、クリエイターに愛されているおなじみのモデルですね。まず外観はですね、ご覧の通りかなりコンパクトめです。人気のローランド SP404MK2 というサンプラーとかですね、従来の MPC シリーズと比較してもかなりコンパクトなのがお分かりいただけると思います。全体的なデザインもですね、昔の MPC60 とか MPC3000 を思わせる非常にキュートなルックスでですね、この下のパームレスト、手を置くクッションですね。なんかもう往年の MPC ユーザーさんはですね、にっこりしてしまうんじゃないかなと思います。肝心のパッドもですね、サイズは他の MPC に比べてややちっちゃくなるんですけれども、反応感自体はですね、はい、悪くない感じですね。しかも、ベロシティはですね、もちろんなんですけれども、後ほどご紹介するこのパッド FX ですね。で、パッドを押すとエフェクトがかかるっていうのがあるんですけれども、
こんな風にですね、各パッドを独立して押し込む強さを検知できるポリフォニックアフタータッチというところにも対応しているんですよね。この本体上部にはですね、カラーディスプレイも搭載されていて、こういうサンプルの波形ですね。もう非常にわかりやすくなっていますし、シーケンサーの情報なんかも、情報をリアルタイムに確認できるようになっていて、今どんなことをしているかっていうのが非常にわかりやすくなっています。詳細なワークフローはですね、後ほど順番にご紹介させていただければと思うんですけれども、こういうモードっていうですね、サンプルとかシーケンスとかエフェクトとか、セクションにアクセスするところとか、パッドプレイ、このパッドのなり方を決めるような、ところや、この再生停止、録音ですね、トランスポートのところなんかも各ボタンですね、役割も非常に明快になっていて、サンプラーをこれから使っていきたいっていう方にも非常に優しい設計ですね。そして、なんとありがたいことにですね、バッテリー駆動対応で、最大5時間の連続駆動に対応して、また本体スピーカー、ここですね、までついていて、他にもですね、内蔵マイクもついているので、このマイクを使ってすぐにサンプリングすることも可能です。重量もですね、900g と非常に軽くて、膝の上に乗せて叩いていてもですね、全然ストレスがないくらいです。背面端子も見てみるとですね、音声のインプットアウトプットに加えて、外部のシンセサイザーやリズムマシンと接続する 3.5mmTRS の MIDI インアウトやシンクアウト、そしてパソコンとかスマホとかとですね、接続してサンプリングしたりデータ転送をする USB-C 端子が搭載されています。また、サイドにはですね、マイクロ SD のポートも用意されているので、SD カード内にあるサンプル音声を MPC サンプル本体から読み込んで演奏、作曲したりですね、また本体で作った楽曲データを外部に保存したりすることが可能です。では早速ですね、機能、手順についてご紹介させていただければと思うんですけれども、まず最初の概要としてですね、MPC サンプルはですね、最初にプロジェクトと呼ばれる、いわゆるサンプリングや曲に関する全てをまとめた箱を作る必要があります。そのプロジェクトの中にドラムキットとかループサンプルとか、そういう打ち込みデータ、シーケンスデータとかですね、を入れて、演奏とか作曲をしていくわけですね。このシフトボタンを押しながらですね、この16、プロジェクトって書いてあるんですけど、ここを押すとですね、そういうプロジェクトを新たに作ったり、読み込んだりするところにアクセスするんですけれども、例えばこのロードプロジェクトというところをアクセスすると、いろんなデモデータとかですね、メーカーのキット100種類以上あるんですけれども、アクセスすることができます。ちょっと聞いてみましょうか。
で、今回はこの New Project っていうところから、Yes すると、全く何も入ってない箱が完成するわけですね。で、本体にはこのパッドが全部で16個ついていて、このパッドバンクっていうところで切り替えできて、この A, B, C, D, E, F, G, H 動いてると思うんですけど、例えば A の16まで、B の1から16までという形でですね。はい。合計で128個のサンプル波形を登録することが一つのプロジェクトにつき可能です。入れたいバンクとパッドを選択してですね、今回はこの A の1っていうところを叩いておいて、このサンプルセレクトっていうところを押すとですね、そのサンプルが収められているフォルダに移行することができます。例えば、808ベースと呼ばれるものや、いろんなシンセベースの音とか、こんな風にですね、はい、いろんなサンプルがすでに、収められていて、この入れたいサンプルが決まったら、このエンコーダーノブをですね、プッシュすると、こんな風に、はい、入れることができます。出荷時からですね、約2ギガの本体内にすでに多くのサンプルが収録されているので、まずはこちらを使ってトラックメイクをスタートしてみるのも手ですね。一個一個入れていくのも手ですし、それが面倒だなっていう時はさっきのプロジェクトのキットっていうところで、はい、好きなキットをですね、例えば、ロードキットってやると、はい。こんな風に、呼び出すことができます。例えばですね、このノブをプッシュすると、もうすでにこの、キットを使ったシーケンスデータが打ち込まれてたりするんですけれども、それが嫌だなっていう時は、一回何もない状態にして、ロードキット、この上のボタンでですね、はい、呼び込んでやると、シーケンスデータは打ち込まれてなく、キットだけを読み込むようになります。自分の任意のサンプルもこの MPC サンプル単体で取り込みが可能です。この背面のインプットはもちろんなんですけれども、USB とスマートフォンをつないで直接取り込んだり、マイクロ SD カードを経由して任意のサウンドを取り込むことも可能です。本体だけで 8GB のストレージが用意されていて、一つのパッドにつき20分までのサンプリングが可能です。今回ちょっと USB-C からスマホを使って取り込んでみましょう。本体とスマートフォンをですね、USB-C で接続して、今度はこのシフトのこのサンプル、モードのサンプルのところを押すとですね、音声がですね、どの入力ソースからサンプリングされるのかとか、どのぐらいの音量で入力されたらサンプリングを開始するのかといったようなですね、項目を指定することができます。で、今回 USB にしておきますね。で、聞きながらやりたいときはこのモニターをオンにしておいて、このスレッショルド、どのぐらいの音量が入ってきたら、サンプリングをスタートするかみたいな。任意に決めておいて。あと、このレックレングスですね。長さですね。そのシーケンサーに追従するのか、もう自分が止めるまで、サンプリングをし続けるのかっていうところですね。今回フリーにしておきます。エフェクトをかけながら収録することもできるんですけど、今回ちょっとオフにしておきますね。やり方も非常に簡単でですね、このサンプルレコードっていうボタンを押して、そうするとどこに入れますかっていうのが聞かれるんですけれども、じゃあ B の01っていうところにしておいて、今 Wait for Signal。音が入ってきたら、サンプリングするっていう風になってるんですけれども、こう再生。こんな風に録音してますね。はい。これで今の音が、はい、無事取り込まれました。もう簡単ですね。で、取り込んだサンプルはですね、この上の3つのつまみで、スタートポイントとかエンドポイントとかループするポイントとかをですね、決めることができたり、例えばですね、もうちょっと細かく表示したいときはシフトを押しながらノブを触ると、それができます。だいたいこのぐらいでいいなっていうのが決まったら、タイム、シフト授業して
トリムサンプルってすると、長いサンプルが切り取られますね。トリミングされます。上のボタンを押すとですね、いろんなパラメータ、ボリュームを変えたり、パンを変えたりとかですね。基本的にこの書いてるところのパラメータが、この下のつまみに連動しているので非常にわかりやすいようになっていますね。他にもそのアタック、ディケイとかですね。はい。再生するサンプルの時間的変化とかですね。こんな風にですね、フィルターの、あとチューンですね。そのサンプルの。このサンプルのですね、はい、速さというか長さを、変えたり。例えばオフの状態から100にしておくと、元のサンプルの長さで100を基軸に伸ばしたり。速くしたりとかですね、することもできますし、今これ、長さを変えるとピッチも変わるようになってるんですけども、このシフトのワープっていうところを押すと、タイムストレッチっていうのになって、ピッチは変わらずにゆっくりになるとか、ピッチは変わらずに速くなるとか、そういったような設定もできます。あとこのプレイっていうところからですね、ミュートグループ、指定したグループ内の音は同時に鳴らさないっていうような設定をしたりとか、逆にこのシフトを押すとですね、パッドリンク、一つのパッドを押したら同時に別のパッドも鳴らすっていうようなですね、サンプラーによく搭載されているような機能もこちらの MPC サンプルにも搭載されています。他にもですね、この右上のパッドプレイという項目でパッドやサンプルのアクションを変更することが可能なんですけども、例えば、今、パッドを押したらサンプルが流れて終わったら止まるっていう風になってるんですけれども、シフトボタンを押しながらここを押すと、パッドを押している間だけ再生される、いわゆるゲートみたいなものですね、になったり。他にも、このチョップ機能ですね。サンプルを、ポイント、任意のポイントで切り分ける機能ですね。これも搭載されていて、押して、やるとですね、こういうタイプごとで、より細かくなったり、例えばこのマニュアルっていうのにしとくと、パッドを押したタイミングでチョップしていくっていうこともできます。もちろんこれもですね、後で、ポイントを修正することができるので、はい、非常に自由度の高い使い方ができますね。他にもこういうパッドをミュートしたり、ループをオンにしておくと、指定したポイントからループするとかですね。シフトを押しながら、このループを押すと、逆再生とかですね。やっぱりサンプラーにあったらいいなっていうような機能は基本的にもこのついているというものですね。で、この16レベルです。もう MPC ではおなじみなんですけれども、一つのパッドの音をですね、16個のパッドに違うパラメータを並べて演奏できる機能で、ここからアクセスできて、例えばこのシフトを押しながらタイプっていうので、ベロシティ、フィルター、チューンっていうのを3つから選べるんですけれども、ベロシティにしておくとこのパッドが強弱になったり、例えばチューンとかにしておく。この同じサンプルをピッチ、音程を変えてですね、演奏して、メロディーのように演奏するような、いわゆるトーンプレイ的なことも可能です。サンプルのところで面白い機能をもう一つご紹介すると、実はこのリコール機能っていうのがあって、リサンプリング、いわゆるこの MPC サンプルの中で鳴っている音をもうさらに新しいパッドにサンプリングするという方法ですね。これにしておいて、例えば録音する前に、なんか今の良かったなっていう時、シフトを押しながらこう押すと、今叩いてたフレーズ、録音ボタンを押してないんですけれども、空いてるバンクに
もう入っているんですよね。はい。バックグラウンドで、録音しておくことができるというような、これも非常にユニークな機能で、はい。で、今のリコール機能はですね、リサンプリングじゃなくても、リアから入力された音声入力なんかも、ちゃんとリコールができます。でも USB からの音は、リコール機能には乗らないので、そこは注意が必要ですね。今みたいなサンプルはもちろんなんですけど、シーケンサーのリコールっていうのもできたりするので、即戦力的な使い方ができる機能なんですよね。フェーダーとかノートリピート機能っていうのにもついてもご紹介したいんですけれども、MPC サンプルにはですね、この、なんだか可愛らしいフェーダーがここにあって、ここでパッドのパラメータをリアルタイムに調整することが可能なんですよね。このシフト9番を押すと、このフェーダーでどんなパラメータを動かしたいかっていうところに項目にアクセスできて、ボリュームにしておくと、こんな風にボリュームになったり、パンですね。チューン。ですね。アンプとかアタックディケイとかもできますし、フィルターの、はい、カットオフ周波数を変化させたりとかもできますし、このキット全体のボリュームを変えることなんかも一気にできちゃったりしてですね。フェーダーの動きはですね、後ほど紹介するそのシーケンサー、いわゆる打ち込みを行うときに、その動きを記憶させることもできるんですよね。これも非常にユニークです。こちらもおなじみのノートリピート機能ですよね。はい。一定の間隔で決められた音を繰り返すというものなんですけれども、ノートリピートをオンにして、打ち込みをですね、非常に手軽にすることができます。シフトを押しながらノートリピートを押すと、この3連符ですね。ここで切り替えると。3連符のノートリピートも打ち込むことができます。面倒な打ち込みをですね、一気に行うことができたりします。
トについてもご紹介していきたいと思うんですけれども、本機種にはですね、パッドを押さえることでかかり具合を調整できるパッド FX と、ノブで調節する、ここで調節するですね、ノブ FX というものと、あと、MPC の追加プラグインでも定評のあるビートをリアルタイムで切る、変形させるフレックス B というものがですね、あったり、あと、このコンプレッサーもですね、別途で用意されていたりと非常に小さいながら豊富なエフェクト組ができたりします。はい、まずパッド FX からですね、各パッドにですね、操作できるエフェクトが表示されているんですけれども、例えばシーケンサーを流しながら、こんな風にですね、パッドに割り当てられたエフェクトを、押し込むことでその度合いを変えながら変えることができます。で、押し込むとですね、こんな風にそのエフェクトのパラメータも表示されるので、こんな風に変えながらやるもいいですし、ある程度決まったところでこのあっちっていうのを押すとですね、はい、そこで固定することができたりします。これはですね、なんとですね、例えばリバーブをかけながらちょっとカラーエフェクトを入れてみたり、このカラーもですね、いろんな種類があってユニークなんですけれども、例えばバイナルモードにしてちょっと揺れた感じにしておいて、フェイザーをかけるとか、はい、そこでリピート最大でですね、4個のパッド FX を同時に操作することができるんですね。遊びがいのあるエフェクトですよね。次、ノブ FX ですね。こちらですね、まず、そのシフトを押しながらノブ FX っていうところを押すと、そのエフェクト、どのエフェクトを使うかっていうところにアクセスできるんですけれども、これで一つ選択しておいて、そうすると、ここの、それに割り当てられたエフェクトのパラメータが出てきて、こっちはですね、シフトを押すとさらに細かいパラメータが出てきたりするんですけれども、で、パッド FX とかね、カラー FX とかそのフレックスビートは、全体の出力にかかるようなものなんですけれども、この NobFX はですね、NobFX をかけるパッドをですね、設定することができますので、例えば、メロディーの方にはかけるけど、ビートにはかけないみたいなことにしておいて、これで、例えばディレイ、こんな風にですね、ちょっと雰囲気を、ビートを明かさずに雰囲気を出すことができたり、バイパスすることもここでできますし、例えばちょっといろんなエフェクトがあるので流しながら見ていきましょうか。結構ね、エフェクトの質もいいんですよね。なんでしょう。しっかりとしている感じがします。これも面白いですね。これはコーラス系とかですかね。
オートパンなんかも結構エレピとかにかけると良さそうですね。あ、これは昔の MPC っぽい音にするっていうやつですね。これはレコードの音、そのプチプチ音とかピッチの揺れを再現するようなものですね。ちょっとローファイミュージックとかをやるときに良さそうですね。これもそうですね。なんか個人的に MPC のいいところが出てるなと思うエフェクトですね。で、そしてフレックスビートですね。これも非常にユニークでですね。シフトを押しながらパッド FX のボタンを押すと切り替わるんですけれども、これはですね、打ち込まれているビートやリズムに対して時間構造を変化させるっていうものなんですよね。ビートをより複雑でユニークなものに変えてくれる機能です。例えば、再生しながら、こっちに、この動きをですね、つけてくれると言いますか。プリセット名も書いてあるんですけれども、ちょっとスクラッチっぽいと言いますか。これも味がありますね。はい。で、例えば今、押した瞬間に切り替わっていったんですけれども、クオンタイズっていうのを押しておくと、終わってからこういう風にですね、フレックスビートを切り替えていくっていうことができたりもします。今、ループとワンショットですね。ずっと繰り返すのか、例えば、終わったらまた元に戻るのか、みたいなのですね。決めることができたり、例えばこのミックスですね。原音とどれぐらいそういうフレックスビートの音を混ぜるのかっていうところ。そうですね。がっつりかけるのもいいですし、あえて原音を残して裏でフレックスビートがかかるようにしても面白いんじゃないかなと思います。そして打ち込みを行うシーケンサーについてもご紹介していきたいと思うんですけれども、本機種にはですね、最大で128パターン、1パターンにつき128小節の入力が可能な、シーケンサーを搭載しています。各パッドのサウンドを使ってですね、打ち込み、ビートメイクが可能です。このパターンっていうのを一つずつ組み合わせていくもので、今、サンプルっていうところになっていると、サンプルを叩くような画面になるんですけれども、この SEQ、シーケンサーのボタンを押すと、今度はそのシーケンサーのパターンを選択するような画面に切り替わります。ちょっと聞いてみると、今メーカーのプリセットが入ってるんですけれども、こういうビートだけのものとか、こういう風にですね、ビートが入ってるんですけれども、例えばちょっと、このイレイスっていうのところを押しながらですね、ボタンを押すと、サンプルとかシーケンサーとかのデータはすぐ消えてくれます。じゃあ1、2がなくなって3はこのパターンが入ってるので、例えばちょっと簡単にビートを打ち込んでみたいと思うんですけれども、打ち込みを行うのも非常に簡単で、この SEQ ボタンをオンになっているときに、この SEQ を押してやって待機状態になります。で、何小節の打ち込みをするのかとか、クオンタイズですね。ビートを叩いたときに多少ずれても修正してくるようにするとか、その修正するクオンタイズの値とかですね。どれぐらいスイングするのかとか、あとこの BPM ですね。例えばグローバルオンになっているとグローバルっていう本体のそのプロジェクトの BPM に追従しますし、例えばオフにしておくとこのパターンごとにですね、違う BPM を組んだりできます。今回はグローバルに設定しておきますね。で、他にもそのシフトをしながら、この
タップテンポでメトロノームのオンオフを切り替えたりもできます。で、このあらかた決まってきたら、レコーディングボタンを押して再生を押すとカウントが始まって、こんな風にですね、録音してくれます。で、このまま続きを作るときに、このシフトイレイスを押しながらですね、選択されているパッドを次に空いているところにコピーすることができます。A の01もですね、A の02も同じパターンが入っていくので、これで続きを作っていきますね。今度はちょっとノートリピートとかを使って、ハイハットを楽に入れてみるっていうのをやってみようと思います。簡単に入りましたね。ちょっと最後の方は3連符とかにしようかな。もう一回。簡単にできますね。で、もう一つぐらい今のパターンの最後の方にだけのこれを入れたいっていう時にですね。さっきみたいにリアルタイム入力をするっていうのもいいんですけれども、もう一つ、シフトを押しながらこの SEQ ボタンを押すと、ステップエディットっていうところにアクセスできます。これはですね、ステップ入力、つまり指定したタイミングに一つずつ入力していくっていうことも可能です。もうすでにさっきリアルタイム入力したものがガーッと入っているんですけれども、位置を決めて、シーケンサーのレコーディングボタンを押しながら、そのサンプルを押す。すると、今のが入ります。聞いてみるとこんな感じですね。簡単ですよね。はい。すごくサクサクっと、はい。リアルタイム入力もノートリピートもステップ入力も、できちゃいます。このステップ入力はですね、昔の MPC を知っている方なら、この懐かしさというかですね、親近感があるんじゃないかなと思います。はい。現行のリズムマシンの主流、いわゆるTR 方式っていうものとはちょっと異なるんですけれども、慣れれば全然問題なく入力できますね。で、今、このパターンと、これは一小節でいいかな。はい。後で変えることも長さをできます。こんな感じで。はい。ですね。各パターンを切り替えながら演奏することができます。そして、こういった作成した各パターンはですね、ソングモードっていう機能を使って連結して自動再生することができます。シフトのこの12番のソングっていうパッドを押すとですね、そのモードに移行して、例えばこのソングをモード入れたいパターンをパッドを押してインサートを押すと、で、このようにやるとですね、最初のがあって、はい、さっきみたいに自分で切り替えなくても、こういう風にですね、自動で流れてくれるようにできます。もちろんリムーブとかもすぐできますし、例えば、1、2、1、2、3みたいな、こういう組み合わせなんかも自由にできますし、もうこれを曲としたいっていう場合は、エキスポートって押すとですね、SD カードが刺さっている場合は、その中の SD カードにできますし、インターナルの内部に保存することもできるんですけれども、エクスターナル、その SD カードに保存してみようと思うんですけれども、do it ってやると、ガーッと書き出しが始まって、エクスターナルのここに入っているわけですよね。これもめちゃくちゃ便利ですよね。もう素早く自分の曲を、はい、形にすることができますし、この音声をまたサンプリングで使うことも可能で、なんかいろいろとできそうですよね。
最後にですね、外部の MIDI 機器との連携についても少し言及しておきたいと思います。本機種はですね、背面の MIDI インアウト端子や USB-C 端子を通してですね、MIDI 信号をやり取りすることができます。今回はですね、このローランドの AIRA コンパクト S1 というものを使ってですね、MIDI、TRS MIDI で信号をやり取りしてみたいと思います。今 MPC の MIDI アウトからこの S1 の MIDI インに刺さっていて、音声がサンプリングされる形になっていますね。MIDI に関する設定はこのシフトの MIDI コンフィグで、例えば USB なのか、こういう外部の MIDI なのかと指定して、MIDI のチャンネルですね。今回は1番で連携しているんですけれども、指定して、このパッドの MIDI で、パッドで MIDI を鳴らすのかオンにしておいて。で、ここが結構肝心なんですけれども、このパッドの MIDI アウト設定をですね、Always ってしておくと、このパッド A で打ち込まれているデータも MIDI 流しちゃうので、この Empty っていうのにしておく。で、あとこのインプットをですね、今リアにつないでいるのでサンプリングソース、リアにしておくと、なのでこういう空いているパッドを使ってですね、こっちを演奏することができますね。はい。パッドを上げていくと、音階も、オクターブも上がっていきますね。はい。こんな風にですね、MPC サンプルと外部の MIDI 機器を連動させることができたりします。はい。いかがでしたでしょうか？本日は赤井の新たなサンプラー MPC サンプルについてご紹介させていただきました。はい。いや、もうこれ、凄まじいですよね。もう、これでいいじゃんってなりますよね。これまでですね、結構いろんなサンプラーをいじくり回してきた私なんですけども、もう久々にちょっと惚れ込んでしまいましたね。すぐにでも自分用に欲しいくらいです。島村楽器対象店舗でもですね、展示販売を行いますので、発売の暁にはぜひ皆さんいろいろ触ってみていただければと思います。本日はありがとうございます。